はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。アボカド、アボガド、ダイヤモンド、ダイヤモンド、ドリア、ドリア、サイゼリア、サイゼリア、どっちかわからなくなる名前ってありますよね。ということで今日はサイゼリア行ってきます。それでは早速行ってみましょう。今日も仕事が早く終わり、どこに行こうか考えていたら、いぶし銀銀丸が自分の行きつけのイタリアンがあるからたまにはご馳走しますよと男気見せてきました。チーズが苦手ないぶし銀銀丸のくせに行きつけのイタリアンとは生意気なと感じましたが、せっかくならと連れてこられたのがサイゼリアでした。少し騙された気持ちになりましたが、正真正銘イタリアンです。こうなったら腹いっぱい食べてやります。サイゼリアとは国内に1089店舗、海外464店舗と合計1553店舗を運営するイタリアンファミリーレストランです。世界で一番店舗数の多いイタリアンです。もともとは1968年に千葉県市川市で創業し、当時これからはイタリアン料理が来ると判断し営業を行いましたが、客足が伸びず悩んだ末、メニューをすべて7割引きで販売するという大胆な行動を打って出ると、それが的中し行列ができるほど大盛況になりました。それが現在の低価格路線の原点になっているそうです。メニューの種類や数も昔からそれほど変わってないような気がします。いっぱいメニュー表とかがあると色々見てしまって選ぶのが大変なので、この縦長メニューと期間限定メニューが1枚だけとかさばらずに見ることができるのがいいですね。チェーン店はタッチパネルが多い気がしますが、サイゼリアは自分で記入スタイルです。最初はざっと気になるメニューをいくつか頼みました。まずはやっぱりワインですね。最初から赤でいっちゃいます。こんな明るいうちから飲めるのは贅沢に感じます。それではいただきます。ボーノです。果実味があって渋みとのバランスが良く、どんな料理にも合いそうです。これで1杯100円はのんべいに優しいです。10杯飲んでも1000円。最初のつまみはプロシュートです。これはパルマ産熟成生ハムで、口に入れた瞬間に熟成された豚の味わいが広がり、甘い脂がとろけます。これはイタリアのパルマハム協会の厳しい審査を通り、本物として本場から認められたプロシュートで、これを一流レストランで注文すると2000円はするそうです。そう聞くと余計得した気分になり美味しく感じます。続いて熟成ミラノサラミです。熟成と聞くと反応せずにはいられません。油が口の中でとろっと溶け、そこに肉の甘みが口いっぱいに広がります。塩気もいい感じです。ワインが進みます。お次はエスカルゴのオーブン焼きです。一緒にセットプチフォッカも注文しました。旨味が詰まったプリプリの身にニンニクとバター、そして玉ねぎの甘みがあるエスカルゴバターが贅沢にたっぷりとかけられています。殻から出してあるだけで日本人からするとより美味しそうに見えますね。プチフォッカに乗せて合わないはずがありません。この余ったソースを食べたいがためにプチフォッカを追加する、お客の心理を読んだメニューの連携プレーがさすがです。このエスカルゴは以前動画でご紹介し、同じようにオーブン焼きを作りましたが完敗です。エスカルゴ自体もサイゼリアは大粒で柔らかい身を厳選したものを使用しているそうです。どんな高級店も日本ではサイゼリアのエスカルゴにはかなわないと言われていて、このレベルの美味しさを400円で提供することは絶対にできないそうです。群馬にいるとこんな大きなカタツムリはなかなか見ませんね。石垣島に旅行に行った時に向こうのカタツムリの大きさにびっくりした覚えがあります。気づいたら赤ワイン2杯目です。続いて辛味チキンです。これは手羽中ですね。柔らかくて肉に染み込んでいるタレが病みつきになります。このサイズ感もおつまみとしてちょうどいいのでワインが進みます。続いてアロスティチーニです。これはラム肉です。このラム独特の風味がラム好きには癖になります。添えられていたやみつきスパイスを振りかけます。ちょっと恥ずかしくなってしまいましたが、このやみつきスパイスがまたいい仕事をしています。肉の旨味とラムの香り、スパイスの香りの相性がいいです。ラムとクミンはよく合います。お次はバッファローモッツァレラ。もちっとした可愛い見た目がデザートのようです。まずはそのままいただきます。とてもみずみずしく何個も食べられます。オリーブオイルにつけます。モッツァレラの良さを引き出します。やみつきスパイスもかけちゃいましょう。それじゃなかった。
ピザの上に乗っけたら絶対美味しいです。続いてレフォールソースのハンバーグとサルシッチャの盛り合わせを注文です。あまりサイゼリヤって新作が出ないイメージなので、ニューと書いてあったので気になって注文です。レフォールソースは西洋わさびとクリームに野菜を加えたソースです。ツンとする辛さと野菜の甘みがお肉の良さを存分に引き出してくれます。ピクルスのような酸味も口の中のこってりとした油をさっぱりとさせてくれてリセットされます。このサルシッチャも噛み応えがあり、肉々しくて満足感があります。ライスに合わせるのもいいですし、おつまみにしても OK です。と、ここでグラスも空いたので、そろそろ白ワインに行きます。程よい酸味にフレッシュでフルーティー、軽い口当たりで、これまたグビグビといってしまいそうです。これに合わせるメニューは、イタリア風もつ煮込みです。もつにはうるさいので、しっかり味わいます。参ったなぁ。トロットロのもつにトマトの酸味、豚のもつのコクがしっかりあって旨味もあります。やみつきスパイスをかけたらワインを飲むことを忘れて完食してしまいました。そして次は期間限定メニューからラムのランプステーキです。ランプとは腰からお尻にかけての柔らかい赤身肉で少量しか取れないため希少な部位です。柔らかくてかなりジューシーですね。スパイスと合わせることで口の中はエスニックな雰囲気が漂います。イタリア料理に詳しくないですが、このスパイスがイタリアというよりは中東系の味わいを感じます。このスパイスでチキン焼いても美味しそうです。ケバブの味付けとかに使っても良さそうですね。気づくと鉄板の上には肉汁の水たまりができてました。いやー、だいぶお腹もいっぱいになってきましたが、いぶし銀銀丸のおごりなのでまだまだ食べちゃいます。やっぱりサイゼリヤって言ったらあれですよね。あれ、そうです。ミラノ風ドリアです。甘いものとミラノ風ドリアは別腹です。ずっと変わらない味でうましです。ちなみにこのミラノ風ドリアに使われるホワイトソースのためにオーストラリアに工場を設立したそうです。そしてここでブッチャーの乙女心に火がつきます。フレンチトースト、イタリアンジェラートトッピングです。本格派です。基本的に焼肉屋や居酒屋のデザートって簡易的なものが多い印象ですが、サイゼリヤはガチです。甘すぎないフレンチトーストにこのミルクジェラートの甘さがちょうどいいバランスで、ブッチャーの乙女心は大火事です。ふといぶし銀銀丸を見るとシナモンプチフォッカにイタリアンジェラートトッピングを食べています。これはいぶし銀銀丸が世界で一番好きなデザートらしいです。安楽亭の動画の時に言っていたやつですね。昔あったカントッチョも食べたかったのですが今はないんですね。覚えてる人いますか？あれ美味しかったんですよね。ぜひ復活してほしいです。と1から10までサイゼリヤ堪能できました。かなりリーズナブルというか、この価格でこのクオリティって正直おかしいくらいに思えてきます。サイゼリヤに来るだけで大富豪になった気分が味わえます。メニューの端から端まで全部ください。そんなセリフもサイゼリヤなら可能かもしれません。きっとそんな豪快な振る舞いに彼女も喜んでくれます。今回サイゼリヤに来てみて勉強になることが多かったです。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。サイゼリヤいかがでしたか？いぶし銀銀丸のおごりということで帰りにやみつきスパイスも買っちゃいました。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。Twitter、インスタ、Facebook などでも塩やタレの販売の情報やお店の情報を発信しているので、よかったらフォローよろしくお願いします。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。